こんばんは、かなえです。今回は三月期を朗読していきたいと思います。三月期はきっと多くの人が国語の教科書で見たことがあるんじゃないでしょうか。三月期は中島敦が1942年に発表した短編小説です。そのあらすじは今回朗読していく中で思い出していただけたらと思うんですが、その内容はきっと大人になってから見ると結構胸にくるものがあるんじゃないかなと思います。そしてなぜ今回朗読しようと思ったのかについてなんですが、実は私この三月期をもう7年くらいもう前に一度朗読したことがありました。そして最近その懐かしいまた音源データが出てきまして、で、それをそのまま使ってっていうのもちょっと面白くなかったですし、何より音響的にも今よりも未熟だったと思いますし、今回改めてこの VTuber じゃないですけれどもとしても撮り直してみたいなと思った次第です。なので、朗読というジャンルは実はあるんですけれども、今まで聞いたことが触れたことがないような方も多いと思いますので、これをきっかけとして、あとはまた三月期自体について、学校でまさに今もしかしたら国語の授業で扱っている人もいるかもしれませんね。そういった意味で幅広く聞いていただけたらなと思います。それでは朗読の方を始めていきたいと思います。三月期。労災の理長は博学才英、天保の末年若くして名を古坊に連ね、ついで江南医に干せられたが、性見解自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく官を退いた後は古山閣略に気がし、人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体感の前に屈するよりは、士家としての名を死後100年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。理長はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひで眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の宝鏡の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に絶えず妻子の衣食のためについに節を屈して再び東へ赴き、一地方管理の職を報ずることになった。一方これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでにはるか高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の家名を拝さねばならぬことが、往年の俊才理長の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教輩の生はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。
ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて、闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても、何の手がかりもない。その後、李長がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、観察魚師陳軍の円さんという者、勅命を報じて霊南に仕えし、道に昭王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、疫痢が言うことに、これから先の道に人食い虎が出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょう、と。円さんは、しかし、友回りの多勢なのを頼み、疫痢の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや円さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった。と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に円さんは聞き覚えがあった。恐怖の中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友、李長氏ではないか。円さんは李長と同年に紳士の代に上り、友人の少なかった李長にとっては最も親しい友であった。温和な円さんの性格が俊少な李長の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって低い声が答えた。いかにも自分は老妻の李長であると。円さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに牛カツを叙した。そしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた。李長の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿を晒せようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君に畏怖犬猿の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今、図らずも故人に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友、李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時円さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、
円さんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない語調で、それらが語られた後、円さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。宗中の声は次のように語った。今から1年ほど前、自分が旅に出て徐水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を追うて走り出した。無我夢中で駆けてゆくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分ははじめ目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから、どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は呆然とした。そうして恐れた。まったくどんなことでも起こりうるのだと思うて、深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きてゆくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ましたとき、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時には、かつての日と同じく、人語も操れれば、複雑な思考にも耐えうるし、慶書の正句をそらんずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返る時が、最も情けなく、恐ろしく、憤ろしい。しかし、その人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなってゆく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、己はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。
今少し経てば、俺の中の人間の心は、獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように。そうすれば、しまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても、友と認めることなく、君を裂き食ろうて、何の悔いも感じないだろう。一体、獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったく、どんなに恐ろしく、悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところで、そうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。円さんはじめ一行は、息を飲んで、宗中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも、行未だならざるに、この運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編。もとよりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところで、そのうち、今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何も、これによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の公説は知らず、とにかく、賛を破り、心を狂わせてまで、自分が生涯それに執着したところのものを、一部なりとも広大に伝えないでは、死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って宗中の声に従って書き取らせた。李長の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、拡張黄河、一種択一。一読して作者の際の非凡を思わせるものばかりである。しかし、円さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど。作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。休止を吐き終わった李長の声は突然調子を変え、
自らをあざけるかごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男を。円さんは昔の青年李朝の自重癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。円さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。時に残月、光冷ややかに。白露は地に茂く。樹冠を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事のキーを忘れ、粛然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと先刻は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろんかつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は詩によって名をなそうと思いながら進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた俺は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえて酷苦して磨こうともせず、また己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原に伍することもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによってますます己の内なる臆病な自尊心を飼い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣にあたるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては俺の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。
人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短い、などと、口先ばかりの稽古を浪しながら、事実は、才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために、堂々たる歯科となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂の岩に登り、空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れ、ひれ伏すばかり。山も木も月も梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、己の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは夜露のためばかりではない。ようやく辺りの暗さが薄らいできた。木の間を伝ってどこからか行角が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから、と李長の声が言った。だが、お別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも同都に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公、これに過ぎたるはない。言い終わって、宗中から同国の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に添いたい胸を答えた。李長の声はしかし、たちまちまた宣告の自重的な調子に戻って言った。本当はまず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、
こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、円さんが霊南からの帰途には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また今別れてから前方100歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からはまた絶えざるがごとき悲求の声が漏れた。円さんも幾度か草むらを振り返りながら涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで二子へ三子へ方向したかと思うと、また元の草むらに踊り入って再びその姿を見なかった。ご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。三月期、忘れていたつもりが聞いてみると意外と思い出してくる、そんな方も多かったんじゃないでしょうか。あと最初に言った大人になってから見ると胸にくるものがあった方も多いんじゃないでしょうか。特に何かをなさんとして頑張っている皆さんでしたら、きっと物語の時代や境遇、立場なんかは全く違えど現代でも通じるものがあると思います。さて今回朗読をやってみたんですけれども、今歌を歌ってみたり、時に俳句を読んでみたり、そんな企画も見られますけれども、こういった朗読をするっていうのもまた一つ面白いんじゃないかなと思いました。ただどうしてもこうやって文字が多かったり長くなってしまったりしがちかなとは思うんですけれどもね。それでいうとちょっとノベルゲームなんかも実況するのは難しいかなとは思いますけど、一つのお試しとして試みとして、少しでも楽しんでいただけたら幸いでございます。それでは今回はこれで終わりたいと思います。椿かなえでした。ありがとうございました。それでは。